はい、皆さんこんにちは。五野へみきです。今日から3週連続こちら AI 時代の話し方講座お届けしていきます。というのもですね、私のスピーチトレーニングの受講者の皆さん、ジェミニーとかチャット GPT、こういった生成 AI を使って原稿を作る、スピーチ原稿、プレゼン原稿を作るという方、本当に多いですね。というか、新規のご受講の方はほぼ全員の方が AI で作った原稿をお持ちになります。で、その原稿をそのまま読むとほぼ確実にプレゼンは失敗するというところで、でも受講者の皆さんその AI 原稿そのまま読むのが正解だとは思っていないですね。でもどう変えたらいいのかはわからないという方が大半だなというのが昨今でございます。で、AI の原稿は AI だってすぐわかりますね。それは私がスピーチトレーナーだからというわけじゃなくて、 AI を普段から使っている方だったらすぐにわかると思います。それから AI は使い方を間違えると最悪の原稿になりますね。これは AI 批判じゃないんですよ。私もジェミニーもチャット GPT も便利に活用しておりまして、あえて名称をつけるとすれば AI 丸投げ批判ですし、 AI リテラシー教育、これですね。正しく使えば最高のプレゼンになりますので、どうすればというのをこの動画でお伝えしていきます。ということで、3週連続 AI 時代の話し方講座。第1週のテーマは AI を使った原稿の作り方です。スピーチトレーニング。はい、AI で原稿を作る方が多いっていうのは自然な流れだと思いますね。そのビジネスパーソン、社会人の方、スピーチ、プレゼンだけを仕事にしているわけではありませんから、大抵は時間がない中でスピーチ、プレゼンの原稿を考えていくことになりますよね。あとは時間をかけてもうまく書けないかもしれない。そう考えたら AI を使わない手はないわけですね。なんですけれども AI に丸投げして文章を作ってしまうとスピーチプレゼンというのは失敗をしますね。ここでいう失敗っていうのは噛んでしまうとか読み間違えるとかいうことではなくてですね、まず聞き手の印象に残らない、あとは自分の言いたかったことが伝わってない、全然伝わってないということが起こりますね。なんで AI の原稿だと失敗してしまうのかという理由はいくつも考えられますけれども、一つはこれですね。日本語は書き言葉と話し言葉の距離が大きい言語だから AI の言語では難しいんですね。その書き言葉と話し言葉とはというのは別の動画で詳しくまとめているのでここでは割愛しますけれども、概要欄にリンクを貼りますね。スピーチプレゼンっていうのは話す行為なので、話し言葉で聞き手に話しかける、これとても大事なことですね。で、その話し言葉っていうのは文字起こしをして読むと変な文章になりますね。その文が終わってなかったりとか、あとは同じ言葉を繰り返したりとか、私がこうやって今喋っているのも基本話し言葉をベースにしているので、文字起こしをすると、そんな綺麗な文章にはならないですね。で、こういう変な文章というのは AI の標準設定だと書けない。その生成 AI も日本語の話し言葉非常に学習していますけれども、基本的には AI というのは綺麗な文章を書くので、 AI に一言一句作ってもらう原稿というのは話し言葉にならない。だからいい原稿にならないというのが理由の一つですね。スピーチトレーニング。ではなぜ AI の原稿だと失敗してしまうのかという理由の2つ目ご紹介しますと、文章が無難すぎる。これも大きいですね。その AI というのは失敗しない文章を作ってくれますね。これはどんな些細なテーマでもそれっぽく作ってくれます。なので、無難な文章になるわけですね。あとはそのプレゼンもスピーチもテーマは一つの方がいいですね。よほど長くなければ。なんですけれども、テーマを2個3個打ち込んでも一つの原稿に AI はまとめてくれますね。尺、秒数、分数を指定することもできてしまう。で、一見違和感がない文章ができちゃうんですね。無難なそれっぽい原稿が完成するということになる。でもテーマが2個3個あったら1個ずつが詳しくない、抽象的な文章になりますね。なので聞き手の印象には残らない、失敗してしまうということになります。スピーチトレーニング。 AI 原稿、例えばこうなるを作ってみました。
プレゼンテーマはこちら、キャリアの選択肢。タイトルは会社員のままやりたいことを諦めないキャリアの選択肢。このタイトルでチャット GPT に冒頭の原稿を作ってくださいと依頼しましたら、こうなりました。皆さんは本当にやりたいことと今の仕事、この2つのバランスについて考えたことはありますか？現代は働き方が多様化し、会社員という枠にとらわれない生き方も広がっています。一方で、安定した収入や社会的信用といった会社員ならではのメリットも依然として大きな価値を持っています。そこで本日は、会社員のままやりたいことを諦めないキャリアの選択肢というテーマでお話しします。はい、ということでテーマとタイトルだけでこの文章が作れる生成 AI は本当にすごいんですけれども、この文章だとまずプレゼンは失敗しますね。指示が悪いからです。AI がかわいそうなぐらい指示が悪いです。はい。まずプレゼンであればスライドトーク、スライドを出して、それを聞き手は見ながら喋りを聞くということになりますね。なので、スライドを聞き手は見てますから、スライドタイトル先に言った方がいいですね。で、タイトルスライドで中身に触れすぎない方がいいです。タイトルプラスアルファぐらいで十分ですね。私だったらこうします。スピーチトレーニング。それでは実演していきますけれども、本当のプレゼンだったら挨拶と簡単な自己紹介はあった方がいいと思いますけれども、ここでは割愛します。参ります。私のプレゼンタイトルはこちら。会社員のままやりたいことを諦めないキャリアの選択肢です。会社員をしていたらやりたいことを諦めるものだとか、逆にやりたいことをやるのであれば会社員を辞めるしかない。こういうふうに思っている方にこそお届けしたい内容になっております。今日はキャリアの選択肢お伝えしていきます。以上が実演でございました。どうしたらこうなるのかという AI の正しい使い方お伝えしていきます。スピーチトレーニング。まずですね、初めから一言一句作るというのが失敗の元凶ですね。これはスピーチもプレゼンも一緒です。スピーチもプレゼンもざっくり全体の構成を考えてから細かくするというのが作り方になります。AI の正しい使い方はこちら。AI は考える代行ではなく、考える伴走者として使うと力になるんですね。その話すことが思いつかないとか話したいことがまとまらないという時は、まず AI にインタビューをしてもらってください。いわゆる壁打ち相手としての活用方法ですね。で、AI に深掘りをしてもらう。で、最後に自分の回答を整理してもらう。これが正しい AI の使い方ですね。整理してもらって全体の構成を考えてから細かくするというのが原稿の作り方になります。スピーチトレーニング。ということで3週連続 AI 時代の話し方講座お届けしています。AI は壁打ち相手として使うということをお伝えしましたけれども、次回ですね、ここもっと詳しくお伝えしていきます。AI にインタビューしてもらう時のプロンプト、指示の言葉ですね、それから回答する時の注意点もまとめていきます。このへみきのスピーチトレーニング、メルマガも配信しておりますので、ぜひご登録ください。マンツーマンレッスン、動画教材、オンラインサロンもやっております。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。